はい、こんにちは。トミーカエラの時武です。本日はこちら K12 型トミーカエラ M13 のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの K12 型の M13 ですが、初期型だと約20年選手の車になります。修理しないといけない箇所や交換しないといけないパーツがだんだんと増えてきているんじゃないかなと思います。こちらのお車も年式がだんだんと古くなり走行距離が伸びてきたということで、約4年前に弊社の方でフルメンテナンスという形でお預かりした車になります。今回は、車検という形でお預かりしております。はい、それではちょっと見ていきたいと思います。通常の M13 とは異なり、かなり派手なインテークボックスですよね。フルメンテナンスということで、新品のエンジンを用意してですね、一からトミーカエラチューニングを施したエンジンを載せてあるんですけども、そのついでにこのカラーリングをですね施してあります。という感じで約4年前に施工した、チューニング箇所をですね中心に紹介していこうと思ったんですけども、ここで緊急告知があります。この K12 型トミーカエラ M13 の特徴の一つであるフルエキゾーストなんですが、まずエキゾーストマニホールド、フロントパイプ、センターパイプ、リアマフラーがあるんですが、このリアマフラーの再販がこの度決定しました。めでたい。皆さんご存知だと思うんですけども、マフラーは結構経年劣化していくんですよね。特にセンターパイプやリアマフラーはその傾向が強いです。グラスウールがちぎれて飛んでいってしまって音量がでかくなってしまったりだとか、サイレンサーの中のパイプが錆びて折れたり溶接が剥がれたりすることで中でカタ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 音が発生したりします。トミーカエラではこのリアマフラーは過去に廃盤扱いになったっきり要望が多かったにもかかわらずなかなか再販できないでいたんです。それをこの度オンラインストアの予約販売限定、数量限定で販売できることになったということになります。当時のマフラーを再販するわけなんですが、当時と全く同じものを作ってもトミーカエラとして少しこだわりが薄いんじゃないかなと思いますので、見た目はそのままに中身をですね少し今風にこだわってみたいと思います。では次はこちらの車で説明したいと思います。はい、もう1台 M13 を用意させていただいたんですが、こちらが当時のマフラーになります。当時のマフラーは切りっぱなしではなくですね、この内カールという方法で、この厚みを表現していたわけなんですけども、今回のマフラーはこのマフラーカッターを少しこだわりたいと思ってます。じゃあどうやってこだわるのかと言いますと、この内カール方式はそのままに内側からもう1本ですねパイプを入れることによって本物の二重感をここで表現したいと思っています。詳しくはですねこちらの方にちょっと図が出てると思うんですが、この方式はですねトミーカエラ M14 のマフラーカッターと同じ方式となります。はい、じゃあ次はですねこの当時のマフラーが当時の車に今現在どういった状態で装着されているのかというのを見ていただこうかなと思っております。こちら見やすいようですねタイヤの方を取り外しておいたんですけども、見えますかね。マフラーカッターは洗車の時にきれいに洗うことができると思うんですけども、この内側っていうのはなかなかねこのきれいにすることができないですよね。でこの見ていただいた通りですね、汚れなんかがですねやっぱり付着してですね経年劣化が進んでいる状態になります。この車もですね、漏れなく中のパイプが折れてですねカタカタという音が、ね、発生している車になります。この状態がですね今回の再販マフラーで新車と同様の輝きを取り戻すということになります。はい、というわけでですね今回は K12 型トミーカエラ M13 のご紹介からの、リアマフラーの再販のお知らせという形でご案内させていただきました。詳しい内容はトミーカエラオンラインストアの方に記載しておきますので、ぜひそちらの方もご覧になってください。皆様のご注文を心よりお待ちしております。こんな感じでいいですかね。大丈夫だ
OK ですか。はい、ではお疲れ様です。ちょっと次用事があるんでちょっと上上がらせていただきます。ほら車とかめっちゃ車入ってるし、この車とかインスタでめっちゃ人気やったし、これ撮らせてもらってもいいかもしれないですね。今もうじき納車してしまうからねこれ、まあ、いつもほらこの GG ばっかりやしずっと撮ってんのちょっと用事あるんでちょっとマジで上上がらせていただきますんで、お疲れ様です。お疲れ様です。